Advanced Car Culture。今回はですね、この現行のフォレスターにイージーアップがラインナップしたんで紹介していきます。このフォレスタなんですけど、結構開発リクエストをもらってて、やっと車両が見つかったなんで作ることができました。でまずこの車両が SK 系ですね。 SK9 の X ブレークの車両になります。で見ての通りタイヤホイールが変わってます。このタイヤ自体結構純正より大きいんですけど、2457016で直径で約5センチ、半径で 2.5 センチぐらい純正のタイヤより外径が大きくなってます。でプラスイージーアップで 1.5 インチ車高が上がってる。であとそれ以外で言うと、このキャリア系ですね、これがついてる車両ですね。はい、じゃあまずイージーアップの特徴から説明すると、大きく3つ特徴があって、1つ目はこのイージーアップのスペーサーをつけるだけで簡単に車高が 1.5 インチ上がる。で純正のチョックに対してつけるだけで OK です。2つ目は車検対応になります。 1.5 インチなんでギリギリの高さまで上げて車検に通る形にしてます。で最後3つ目が乗り心地が基本的には純正と変わらない乗り心地にしてます。というのもノーマルのショックとバネをそのままつけて上にスペーサーをイージーアップをつけるだけなんで乗り心地は変わらないです。こちらが実際現物になります。でフロントにこのイージーアップのスペーサーと専用のショートのスタビリンクで、リアは同じくイージーアップのスペーサーがつきます。で錆に強いようなメッキ加工もしてますんで、雪国とかああいうちょっと上の北日本の方でも問題ないかとは思います。で取り付け方法も、すごくシンプルで、純正のショックとバネを外してもらって、でこのバネもばらすことなくそのまま上にイージーアップスペーサーをオンしてもらいます。で専用のショートのスタビリンクに交換。これでフロントは OK で、リアもショックノーマル取ってもらってバネをばらすことなく上に専用のイージーアップスペーサーを取り付けてもらう。これで取り付けが完了です。バネをばらさなくていいのがすごい特徴的で、簡単に取り付けれるっていう商品になります。じゃあ実際どれぐらい車高が上がってるのか、この車で測っていくと、まずフロントから、まずこの地面からフェンダー位置ですね。これで約だいたい81センチの高さですね。でサイドステップと地面を見ると約30センチ、これ30センチあります。で次リア側が、はい、地面からタイヤフェンダーで 84.5 センチで、その次地面からサイドステップですね。これが33センチの高さになりますね。でこのフォレスターは、純正の前後バランスのままそのまま 1.5 インチ上がってるっていう設定にしてます。じゃあどういった取り付けをしているのかっていうのを中身を見ていくと、こちらが取り付けたところ、純正のショックとバネに対して上にゴールドに光ってるのがイージーアップのスペーサーで、あそこに専用のショートのスタビリンクがついてます。でドライブシャフトもああいった形をしています。これがフロント、はい、このタイヤがこ
こんな感じですね。ちょっとはみ出るぐらいな感じで、リアがあそこに純正のショックがあって、でこちらも上側にイージーアップスペーサーを取り付ける。でリアはこれで OK ですね。でドライブシャフトもああいった形になってます。あとよくある質問なんですけど、フロントがリフトアップすることによってちょっとキャンバーがの字になるんじゃないかっていうところなんですけど、このフォレスターの場合は純正でキャンバーボルトがついてるんで、そこで調整してもらってキャンバーを中に入れてもらえればいいかと思います。あとはアライメントトーインなり取ってもらえれば全然 OK ですね。であと後軸の方も手で回したり車両室内で回したりするんで、それで調整してもらえれば全然 OK やと思います。ボディバランスが純正の状態で前後上がってるんで、そこまで気にしなくていいかなとは思いますね。購入方法としては全国のショップさん、ディーラーさん、スーパーオートバックスさんとかタイヤ館さんとかでもおかげさんで取り扱うところが増えてきてるんで、全国いろんなところで行けるかと思います。また教えてほしいということがあれば、どういうショップがあるのかっていうのを地域に合わせて紹介させてもらいます。イージーアップのホームページの方にこのフォレスターの写真とかちょっと詳しい説明とかっていうのを専用ページがあります。でなおかつそこにショッピングカートもついているんで、そこからクリックしてもらえれば直接購入することもできますね。イージーアップ自体が純正の形状に対して組んで、もしかしたらインチアップの1インチアップのよくあるバネとプラスアルファしても結構面白いに違うかなっていうところはありますね。さらに車高が上がってもいいかなっていう感じの車両ですね。でやっぱイージーアップの 1.5 インチっていうのは普通のリフトアップのバネの1インチアップよりかはさらにもう半インチアイポイントが上がって車高が上がるっていう商品なんで、車検にも通りたくてそのギリギリのラインで乗りたいっていう方には最適な商品やと思います。あとそれとこちら現行の SK9 のフォレスター X ブレークなんですけど、その他にもアドバンスとか他のグレードにもイージーアップはつくんで問題なく取り付けることができます。はい、ということで、今日は現行のフォレスターにイージーアップの紹介をさせてもらいました。